あなたの孤独感はあなたの深さの証明です。お疲れ様です。会社員のひなたです。このチャンネルでは MBTI16 タイプの性格診断を通して、なぜ自分はこう感じるのかの理由を深く、そして心に寄り添うように解説しています。私自身も普段は社会人として働きながら、性格タイプの違いに悩んだ経験がたくさんあります。ひなたさんの動画を見ると、いつも私だけじゃなかったんだって思えるんです。ありがとう。それが私の一番の目標なんです。共感と深い考察で、あなたのなぜを解き明かす。それがこのチャンネルの特徴です。実は今日の動画、とても重要な内容になってます。もし、自分の気持ちを理解してもらえない、INFJ に興味があるという人は、ぜひ最後まで見て、チャンネル登録もお願いします。あなたは人に囲まれているのに、心の奥底で深い孤独を感じたことはありませんか？なんで私だけ違うんだろうって思ったことは？今回探求するのは MBTI16 タイプの中でも世界で最も孤独な性格と称される INFJ です。全人口のわずか 1% から 3%、100人いても1人から3人しかいない超希少なタイプなんです。というわけで今回は INFJ の深い孤独の理由から希望を見出す方法まで完全解説していきます。最後まで見て心を軽くしてほしいです。まず、なぜ INFJ がこれほど孤独を感じやすいのか、MBTI の認知機能という視点からそのメカニズムを探っていきましょう。INFJ の主機能は内向的直感。これは、なぜ、本当の意味を常に考えさせる機能です。例えば、友達との何気ない会話でも、INFJ は、この人は本当は何を感じているんだろうと、表面的な会話の奥にある真相を探ろうとします。確かに、みんなが楽しそうに話していても、私はいつも、でも本当のところはどうなんだろうって考えてしまいます。そうなんです。INFJ の脳は、まるで高性能のレーダーのように、常に情報を分析し続けている傾向があります。でも、多くの人は表面的な会話で満足している。ここで最初の孤独感が生まれるんです。そして補助機能の外交的感情。これが状況をさらに複雑にします。INFJ は他者の感情やニーズを敏感に察知し、調和を保とうとする機能を持っています。例えば、友達が少し落ち込んでいるのを察知すると、INFJ は自然と、この人を元気づけなきゃ、この人が不快にならないようにしなきゃと考えがちです。これは無意識のうちに起こる反応なんです。それ、すごくわかります。相手の顔色を見て、今、何か言った方がいいのかな、黙っていた方がいいのかなって常に考えてしまいます。でも、ここに大きな矛盾もあります。他者に合わせようとするあまり、本当の自分を隠してしまう。その結果、誰も本当の私を知らない、理解してくれる人もいない、という深い孤独感が生まれるんです。つまり、INFJ の認知機能は深く考え、深く感じるように設計されている傾向があります。でも、現代社会の多くの人間関係は、残念ながらそこまで深くありません。これが、INFJ が世界で最も孤独な性格と呼ばれる理由の一つだと考えられるんです。ここで質問です。あなたも同じような経験、ありませんか？ぜひコメント欄で教えてください。この先お話しする4つの苦悩を理解すれば、あなたの孤独感の正体が完全に見えてきます。では、具体的に INFJ はどのような苦悩を抱えているのか、4つのポイントで詳しく見ていきましょう。きっと、あなたの心に響くものがあるはずです。INFJ が求めているのは、表面的な友達関係ではありません。魂のレベルで理解し合える、深いスピリチュアルなつながりです。今日は天気がいいね、お疲れ様、みたいな会話じゃなくて、もっと心と心が通じ合うような関係が欲しいんです。INFJ は、相手の表面的な言葉ではなく、その奥にある真の気持ちや価値観を知りたがいます。この人は人生をどう考えているんだろう、どんな夢を持っているんだろう、といったことを。でも現実は、人に囲まれていても、誰も本当の私を知らないと感じてしまう。周りの人たちは楽しそうに話しているけれど、INFJ にとってはどこか物足りない。そうなんです。みんなで盛り上がっていても、心の中では私だけ違う世界にいるみたいって感じてしまうんです。この感覚、本当に辛いですよね。でも、これは INFJ の深さへの苦悩なんです。この感覚を経験したことがある人、コメント欄でわかるって教えてください。2つ目の苦悩は、感情の吸収による共感疲労です。これについて、詳しく考察してみましょう。この共感疲労って、具体的にどういうことなんでしょうか？よく聞くんですが、あまりピンとこなくて。良い質問ですね。INFJ の開口的感情、FE は、まるで好感度のアンテナのように機能します。相手の表情、声のトーン、身体の動き、そして言葉の裏にある感情まで無意識のうちに読み取ってしまうんです。例えば、電車に乗っているだけでも、
隣に座った人のイライラ、向かいの人の不安、斜め前の人の悲しみを感じ取ってしまう。まるで感情のスポンジのように周囲の感情を吸収してしまうんです。でも、なぜこんなことが起こるのでしょうか。 INFJ の FE 機能は他者との調和を重視するあまり、相手の感情状態を常にモニタリングしています。そして相手の感情は自分の感情と強く共鳴し、まるで自分の感情であるかのように感じてしまう感情のミラーリングが起こるんです。確かに、友達が落ち込んでいると、私まで一緒に落ち込んでしまって、家に帰ってもその気持ちが続いてしまうんです。そうなんです。そして INFJ は相手を助けなければという使命感も強いため、吸収した感情を自分が何とかしなければと感じてしまいます。この状態が続くと INFJ は精神的に深く疲弊し、心身のエネルギーが枯渇してしまいます。自分の感情と他者の感情の区別がつきにくくなり、慢性的な疲労感、無気力感、ひどい場合にはバーンアウト症候群のような状態に陥ることもあります。結果として、私の感情はどこにあるの？誰が本当の私の気持ちを理解してくれるの？という深い孤独感に陥ってしまうんです。3つ目は、理想と現実のギャップによる絶望感です。INFJ は内向的直感により、こうあるべき、こうなったらいいのに、という高い理想を常に描いています。例えば、学校でみんなが本音で話し合えば、もっと良いクラスになるのにと思っても、実際はグループの対立や表面的な関係ばかり。職場でもっと効率的にみんなが幸せに働けるはずと思っても、実際は利益優先で人間関係もギスギスしている。そうです。なんでみんなもっと協力し合わないんだろう。なんでもっと深く理解し合おうとしないんだろうっていつも思ってしまいます。 INFJ は人間の可能性や社会の理想的な姿を直感的に感じ取ることができます。でも現実はその理想から程遠い。この理想と現実のギャップが INFJ に深い失望と、なぜ自分だけはこんなことを考えているのだろうという孤独感をもたらします。4つ目は誤解されやすさと孤立です。 INFJ の思考は非常に複雑で直感的です。彼らは多くの人が気づかないような複雑なパターンや物事の裏に隠された意味を見抜きます。どうしてそう思ったのって聞かれてもうまく言葉にできなくて、なんとなく直感的にとしか説明できないんです。そうなんです。 INFJ の直感はまるで高速コンピューターのように無数の情報を瞬時に処理して結論を導き出します。でもその思考プロセスは無意識で行われるため、他人に説明するのが難しいんです。周りの人からは何を考えているかわからない、理屈っぽい、現実的じゃないと言われがち。本当は深く考えているからこそなのに理解されずに孤立してしまいます。考えすぎ、もっと気楽に生きなよって言われることもあって、それがまた辛いんです。その気持ち本当によくわかります。同じような体験をした人、コメント欄で体験談を教えてください。ここで INFJ の最も誤解されやすい行動、ドアスラムについて詳しく話します。これは INFJ の突然人間関係を完全に断絶してしまう現象のことです。これ、私もやったことがあります。でも、冷たくしたいわけじゃなくて、なんて説明したらいいのかわからなくて。多くの人は、これを冷酷だ、急に人は変わったと誤解します。でも、実際は全く違います。INFJ は外交的感情、FE により、相手を傷つけないよう、長い間我慢し続けます。不満があっても、相手の気持ちを考えて言わない。理解されなくても、相手を責めない。きっと私の説明が悪いから、私が我慢すればいいから、と自分を責めてしまうことも多いんです。でも、人間の我慢には限界があります。そして、INFJ の限界に達した時、もう修復不可能だと判断した時、自分の心はこれ以上傷つかないよう、静かにドアを閉めるんです。そうなんです。もう説明しても分かってもらえない。これ以上傷つきたくないって思った時に、突然連絡を絶ってしまうんです。これは冷酷さからではありません。自分の心を守るための、最後の、そして唯一の手段なんです。そして実は、ドアスラムの後、INFJ は深い罪悪感と孤独感に苦しんでいます。私は冷たい人間なのかな、もっと我慢すべきだったのかなと自分を責めてしまうことも多いんです。この真実を知ればきっとあなたの心は軽くなるはずです。そして次にその孤独感を力に変える方法をお伝えします。でもここからの最も大切な部分です。 INFJ の皆さん、あなたの孤独感は決して悪いものではありません。実はそれを力に変える方法があるんです。まず自分の INFJ という特性を深く理解し受け入れることから始めましょう。あなたが深く感じ深く考えることはこの世界にとって貴重な才能です。表面的な関係に満足できないのはあなたの魂が本物を求めているからです。あなたの内面は浅い池ではなく深い森のようなものです。すぐには理解されないかもしれませんが、その深さこそがあなたの美しさなんです。
INFJ にとって大切なのは友達の数ではありません。100人の知り合いより1人の真の理解者です。確かに、数より質を大切にしたいです。でも、そういう人にはどうやって出会えばいいんでしょうか？良い質問ですね。まずは自分の価値観や興味を明確にすることから始めましょう。ボランティア活動、オンラインコミュニティなど、同じ価値観を持つ人が集まる場所に参加してみる。そして、表面的な会話から徐々に深い話題に移行していく勇気を持つことです。他者の感情を吸収しすぎないよう、健全な境界線を設けることも重要です。相手の感情に共感しても、それを自分の責任として背負わない。これは冷たさではなく、自分を守るための知恵です。そして、一人の時間を大切にしてください。INFJ にとって、内省と充電の時間は必要不可欠です。共感疲労を感じたら、無理せず一人になる時間を作り、心を休ませることが何よりも大切です。INFJ の豊かな内面世界は、創造的表現を通じて外に出すことができます。日記を書く、絵を描く、音楽を作る、詩を書くなど、自分の感情や思考を表現する方法を見つけてみてください。これにより、内面の複雑さを整理し、自己理解を深めることができます。最後に、同じ INFJ タイプの人とのつながりを大切にしてください。オンラインコミュニティや MBTI 関連のイベントなど、同じ特性を持つ人たちと交流することで、理解してくれる人がいる、という安心感を得ることができます。INFJ の皆さん、最後にこのことを心に刻んでおいてください。あなたの孤独感は、あなたの深さの証明です。多くの人が表面を泳いでいるとき、あなたは深海を探検しています。多くの人が今を生きているとき、あなたは永遠を見つめています。それは時として孤独かもしれません。でも、その孤独は、あなたの特別な存在だからこそ感じるものなんです。なんだか、心が軽くなりました。自分を責めるのではなく、受け入れることから始めてみます。世界のどこかに、あなたと同じように深く感じている人がいます。この動画を見ている人の中にも、きっといるはずです。あなたは一人ではありません。